物乞いの人なんか一人もいない、不老者も一人もいない。地域見たでしょ。すっごくね発展して、いわゆる安心安全な地域とそうでない地域とはっきり分かれてますよ。この辺りはね、日本よりすごい今まだまだね伸びゆく地域だなっていうのを感じるし、またね数年してきたら印象が全く変わるんだろうっていうような感じを受けました。渋滞はひどいますね今クラクションすごいんですけど、これね右折可なんですよ。これ日本はあんまりないけどね、海外多いんですけどね、まあ右折はね赤信号行っても構わない、それ行かないからねピッピピッピ言われててっていうことなんですけどね。さあ今から、ちょっと街中のね面白そうなところだったら通ろうと思います。モールオブアジアからだとね混むとこ通らないんですわ。なおかつ、高速道路を使いましたんで思ったより早く来ましたね。で、今からラウンジへ行くんですけど、もうここはね勝手知ったるなんとやら、これすごい空港よね。ミミグレ見えるんですよ。いやセキュリティがね見える。で普通のゾーンがあって、一つ上の階が、エアラインラウンジで、一番手前にねシンガポール航空があって、ここはね営業時間短いんです。もうこの時間閉まっちゃってる。で次にマハナンとかとね、それから IAGSS でしたかね、確かね。で今私インビテーションもらってるのが IAGSS プライオリティで、もう一個手前も入れるんですけど、せっかくねインビテーションもらってるのでビジネスクラスの資格で入れる方に入りたいと思います。前回と同じですけどね、前回の最後に入ったとこですよ。ここね前回来た時食事が豊富やと勘違いしてたね。隣があまりにもしょぼかったので、ただメニューに日本語があるのがいいんですよね。こんな感じでね日本語書いてくれてるのが多い。種類は大したことないね。ただ日本人に合いそうな味のものが多い気がするので、やっぱり丸かな。それから前回朝だったのかな、こんな夜の風景見た記憶がないんですけど、どうですかね。相変わらず混んでますわ。しゃあないね。今回ビジネスクラスですから、ここでね目いっぱい食べる必要はないので、ちょっと小腹満たして、今日そういやねいろんなアルコール飲んだんですよね。ビールとそれからサンガリアか、最後も、ビール飲んで登場待ちたいと思います。ボーディング時間がね1時間10分前になってたんで、ラウンジそれぐらいの時間行ってやろうと思って行った瞬間にね、あなたビジネスクラスですかって言われて、1番に呼ばれてね、ちょっとドギマギして、僕本当は1番だったんだけど、皆さんの後ろ後陣を拝してますわ。でも1時間10分もここの空港でかかることないよねえシンガポールみたいに今からセキュリティあるわけじゃないのにね、一体何なんでしょうか。早く飛ぶんでしょうかね。これか。うわ、今の時点ですっごい足元広いですよね。スタッガードしかね私乗ったことなかった。しかも数便しか乗ったことないので、こんな広いの初めてですよ。嬉しいね。ウェルカムドリンクはね、ジュースだけだったのでクランベリーにしました。でももうというかまだ1時間あるはずなのにビジネスクラス登場終わってますよ。これ本当に30分ぐらい早く出るんじゃないっていう感じがしてます。でボーイング777のねこのフルフラットのタイプ、普
通に座ってたらね、ちょっとあまりにも席が遠すぎて落ち着かないんですけど、いやちょっとむちゃくちゃ贅沢な作りですよね。今のこれからしたら今のスターカードなんか詰め込んでますよねって感じがしますよね。シェフがメニュー配ってますよ。ゆっくりやね。最近メニュー来ましたよ。目が薄くなって読めない。ビーフシザーサラダか、フィリピンホットオブシーフード、クリーミーコーンスープ、これが前菜かじゃないのかだよな。それからどれ選ばないかね。グリルドビーフレあ、これはグリルドビーフレートだな。それからいかんちょっとね真剣に読んでから後でご紹介します。ボーディングブリッジ外れたの9時過ぎやったんですよね。それから何してたんかよくわかんないんですけどね。1時間も前に来さされた意味が全くわかんないんですけど、とりあえず出発しました。なんかね、しかしタキシーエアラインズの人すっごくね一生懸命やってくれる。ビジネスクラス今回2便なんですよね。シンガポール航空のシンガポールマニラ間、それからタキシーエアラインズのマニライスタンブール間なんですけども、なんかねすごくちょっとこのフライトはワクワクさせてくれます。マニラさようなら。ベッドメイキングしてくれてるんですよ。で、食事まだ来てないんやけど、先にね、後ろになんていうかシーツみたいなのをつけてくれましたよ。本当初めてのことに戸惑ってる場面もあるし、一生懸命やってくれてる。これすごいびっくりですよ。10時過ぎてるんですけど、したのが9時半でしょ。僕が10時過ぎてたんですけど、前菜が配られてきました。それとね、これゴールドブレッドしましたんですよ。なんかね、行く前のビデオで世界で一番古いパンって言ってた気がする。ちょっとワクワクしますね。メインが来ました。ちょっとショックリアクションが加わっています。そうそう。
時間でイスタンブールに到着します。深夜便のねこのフルフラット案外寝つけないんですよね。うとうとっとねしてるし、はっきり言って楽です。楽なんで、ガッて寝てなくても、疲れは取れません。で今マニラ時間8時31分、イスタンブール時間が3時31分です。で朝ごはんです。昨日晩ご飯も美味しかったし、朝ごはんも期待はできました。あとパン持ってきてくれるのかなって感じがします。食べ終わったらワッフル持ってきてくれました。ワッフルがねよく聞かれたんだけど、英語が聞き取れなかった。ワッフルが聞き取れたんでワッフル食べました。イスタンブールで5時8分、もう10分ちょっとでね着陸です。イスタンブールの街がね綺麗に見えてます。海峡の様子もはっきり分かりますね。手前がアジア、向こうがヨーロッパです。年間だったヨーロッパね生まれて初めて着陸します。さっきのイスタンブールじゃなかったのかなすいません。あれからもうちょっと来てからね、巨大な街が出てきましたんで、こっちは間違いなくイスタンブールです。ただもうどうかな、アジアと、いや僕今いるとこヨーロッパなんで、今見えてる海の手前がアジア、向こうがヨーロッパなんじゃないかなって思います。もうあと5分ってなってるんですけども、高度も 1200m まで下がりましたので最終着陸態勢に入っております。今降り立つイスタンブールがヨーロッパの東の外れ、今回の旅行でね西の外れリスボンまで行きますので、ヨーロッパ全て降りるわけじゃないんですけども横断いたします。第一歩をね踏み出すことになります。で着陸の前に、話をしておきますけども、今回のターキッシュエアライン抜群に良かったです。去年私ねアシアナ航空が良かった、シンガポール航空さらにいいっていう話をしたけど、もう一つ上ですわ。何がいいってね、人がいいです。シンガポール航空はかなりね、なんていうかな、マニュアル通りの動きするみたいなところがあるんですよ。ですからビジネスクラス乗っても、いわゆるマンツーマンでね話をするっていうよりも、多くのお客様の一人っていう相手に対応されるんですわ。ここ違います。ここ完全にマンツーマンで話してくれます。 CA さん、それからシェフの方、それから CA さんの連携もすごかったです。で食事も抜群に美味しかったしね、中のね、機材が多少古いのはしょうがないですわ。その点はシンガポール航空が上ですけども、それ以外の点全てねこっちが良かったですね。いや上には上がありますよ。まだ他にもね僕が見たことない航空会社もちろんありますけどね、私が乗った中ではもうダントツナンバーワン。Ladies and gentlemen and dear children, welcome to Istanbul Airport, meeting point of the world. We hope that you had a pleasant flight. For your safety, please remain seated with your seatbelt fastened until the seatbelt sign has been turned off, and do not open the overhead bins. You may use your electronic devices. Please be careful while opening the overhead bins when the aircraft reaches its final parking position. Thank you for flying with Turkish Airlines, a member of Star Alliance. We would like to say goodbye and hope to meet you again. イスタンブール空港に到着いたしました。置き止めになったおかげでトルコの土をちょろっとだけでもね踏むことができました。トランジット時間がないので入国できないんですが、僕以外の3人ヨーロッパもうついてるはずなんですね。そのあたりの様子は次回の動画の冒頭でお見せいたします。
ではね、これからがヨーロッパ編のスタートになります。チャンネル登録していただきまして、この先もご視聴いただきますようよろしくお願いいたします。